上がりますね。上がりますね。おお、引っ張れますね。こういうことですよね。こんにちは、レイウッドです。今日の動画はですね、この、今制作中の C14 の、これがトートラックっていうんですけど、牽引車ですね。ここが、こう、クレーンみたいになってて、で、こう、故障した車とかをこう、牽引できますよみたいな、そういうものなんですけど、これを、インスタグラムの方では、ちょこちょこご紹介させていただいてたんですけど、そっちの方で、区切りのいいところ、切りのいいところまで行ったら、動画でもご紹介させていただきますとか言ってたんですけど、まあ、ある程度のところまで来たので、ちょっとこれをですね、今日の動画ではご紹介させていただこうかなと思います。多分これが、完成100だとしたら、今、70、80ぐらいのところまで来たかなというところです。で、全然仮組みで、まだ塗装もこれ、白サフ吹いてある。白サフ吹いてちょっと手直ししてみたいな感じなんで、塗装はまだ全然これからっていう感じですね。で、各所も本当に仮止めって感じで、この辺とかもこう、カパカパ取れちゃいそうな感じですし、ここら辺も、ここバッテリー入れてあるんですけど、ここの蓋とかもですね、まだしっかりカチャッとはまるような感じにはなってないんで、もう持つだけでちょっと崩壊しそうな状態であるんですけど、一応ちょっと紹介させていただこうかなと。で、まずこれがですね、一番の特徴は、まあ、もう、これ、クレーン。もちろんこのクレーンなんですけど、この車両を作るきっかけになったのが、これですね。もうすでに動画でご紹介させていただいてますけど、このデューリーホイール。これをちょっとうまいこと、使ったですね、カスタム例っていうので作りたいなっていうのがありまして、特にこう、アメリカとかのYouTube とかでもよく出てるんですけどね、トートラックって検索すると出てくるんで、ぜひ興味のある方見ていただくといいんじゃないかなと思うんですけど、そういう車でよく、こう、リアがですね、デューリーって言って、片側2個。で、両側で合計4つのタイヤついてるようなのがよく出てくるんですよね。で、ちょっとそれがかっこよかったんで、そういう風にしたいなっていうので、このアルミのデューリーホイール。これをきっかけにちょっとこれを作りたいなというところでやってますと。で、ちょっと工夫したところとしては、ここですね。ここに、本来フロントにつけるウィンチをこの荷台につけて、で、それでここを動かせるようにしてると。ちょっと早速ですけど動かしてみましょうか。これ普段はここにこう引っ掛けといて、走るときですね。プランプランしちゃわないようにっていうので、こう引っ掛けてあるんですけど、あとここに、これ面白いんですけど、ストロボがついてます。これも今回使いたかったんですよね。こんな感じで。これちょっと別の動画で詳しくまた、紹介しますけど、これ動画の画面だとちょっとわかりづらいかもしれないですけど、相当明るく光ってます。本当にカメラのストロボですよね。あれと同じような感じで、チカチカって、これまあ自動点滅になってるんで、電源入れたらもうこうやって光り始めるんですけど、ただ常に光ってるとちょっと眩しいんで、これおいおいまたスイッチでもつけようかなとは思ってるんですけど、はい、じゃあ、これですよね。これをちょっと動かしてみようと思うんですが、これが4チャンネルですね。4チャンネル目を使って動かすようになってるんですけど、そこは普通のウィンチと一緒ですね。一応ちゃんとこんな感じで、動きます。こんな感じですね。で今日ちょっと動作テストもしたかったので、これこれを引っ張り上げてみようかなと思うんですけど、本当はここ使いたいですけどね。ちょっとここにつなげられるようなものも車載できるようにゆくゆくですね、しようかなと思ってるんですけど、今日はちょっと仮でここに無理やり引っ掛けて、引っ張り上げてみたいと思います。こんな感じで、今引っ張ってます。まあ、相変わらずこのウィンチすごいゆっくりなんですけど、まあしょうがないですね。力を出すためにゆっくりになっちゃうんで。ここちょっと固定がまだしっかりしてないんで、危ないですけど。上がりますね。上がりますね。こんな感じで。これさすがに引っ張ると崩壊するかな。おお、引っ張れますね。まあ、これちょっと後ろが駆動が繋がっちゃってるんで、こう引きずるようにしか引っ張れないですけど。どうしようかな、これ。ちょっと引っ張って遊べるように、引っ張る用の
故障車を作りますかね、ゆくゆく。ここのリアタイヤがコロコロ転がるように、まあ実車だと当然ギアを抜いとけばコロコロ転がるんで、このまんま連れていけるんですけど、ちょっとラジコンの場合は、駆動が繋がっちゃってると、実車でいうところのもうサイドブレーキ引いてあるような状態になっちゃうんで、ちょっと引っ張れないんで、これは引っ張って遊ぼうと思ったら、あれですね、専用の車を作らないといけないですね。まあ、もともとは、ウッド社長がよく転んじゃうんで、それを助けるよ、みたいな感じで、作ったっていうのもあるので、で、多分実際よく使う状況としては、こう、ウッド社長が焦げちゃいましたよと。で、こう、助けに来てあげて、どこか引っ掛けて、こう引っ掛けてですね。で、こういうことですよね。こうやって起こしてあげると。もちろん、手で起こせばいいじゃんっていうのは、この場合なしですよ。その手でそれを言ったらおしまいなんで、それはもちろんそうなんですけど、あえてこれで起こしてあげると。はい。というわけで、こんな感じで、まだまだ制作中で、これから、まあ、塗装しつつ、あとは、細かいところですね。まだしっかり作り込まないといけないところもちょこちょこあるんで、そこを作り込みしつつ完成させるっていうところにはなるんで、ここからまだまだなんですけど、一応今ですね、こんな感じですというので、あとはですね、ここに至るまで、まあ、ダイジェストじゃないですけど、こんな感じで、制作しましたっていうのをですね、ちょっと写真はちょこちょこ撮ってあったんで、ちょっとそれで、ババーっとお見せしたいなと思います。で、実は今回ですね、発売前のパーツもいくつかテストを兼ねて装着してるという感じになるんですけど、この辺がそうですね、ついに C14 とか C24 にもですね、メタルリンケージが出たんですよ。で、今回それをですね、こんな感じで付けてます。あとは荷台のベースなんですけど、これがまた結構面白くてですね、セリアで売っている、これも何度かインスタとかで紹介はさせていただいてるんですけど、セリアで売ってる、これですね、これなんだっけ、ミニチュアスタンドみたいな感じで、ミニチュアをここに、ミニチュアカーとかをここに飾ってくださいみたいなのを、セリアで100円で売ってるんですよ。それを、こう、C14 の荷台をですね、こんな感じで、まあ、カットして、不要なところをなくして、フラットな状態にしてからになるんですけど、で、荷台をですね、こんな感じでフラットにしたところに乗せて、もちろん不要なところはカットしてからですけどね。カットしてからこんな感じで乗せて、ウィンチもですね、固定してつけると。で、やっぱりかなり大掛かりになってしまったのが、このクレーンの部分ですね。クレーンの部分はこんな感じで、さっき作ったベースのところに、こう、いろいろジャンクパーツですね。もう本当にいろんなものをぐちゃぐちゃって入れてある箱があるんですけど、そこから漁って、こう合うやつをこう見繕って作って、で、そうこうしているうちに、走行用バッテリー乗せるところがなくなっちゃったんで、ちょっと苦肉の策って感じで一番後ろのこの部分ですね、ちょっとプラ板でスペースを無理やり作って乗せたという感じです。で、あとそこを適当にプラ板で、同じくまあプラ板でですね、蓋を作って、こんな感じで、この写真だと一番後ろのところ、今のレンズの上のところですね、そこを隠すように、プラ板で作った、まあ、カバーですね、をつけてあるっていう感じです。はい。というわけで今、振り返りっていうような感じで、ご紹介させていただいたんですが、そこからの今、こんな感じっていうので、今写真でご紹介させていただいたところからさらに進んだところっていうのが、ここですね。ここら辺を、荷台を、もうちょっとまだ適当にって感じですけど、このちょっとサビサビの汚い、いつものいつもの汚し塗装の感じで、汚くしたっていうのと、あとこのチェーンも銀色でピカピカだったんで、もうこれも無理やりですね、ラッカー塗料の、フラットブラウンですね。茶色で、艶消しの茶色で、もうバーッと塗って、もう錆びたチェーンみたいな感じの表現にしてあります。で一応このクレーンも、電動で稼働するわけではないですけど、こんな感じである程度ですね、動くようにはなってます。このチェーンをこう貼ってあげると、一応角度も調整はできるようになってると。で、あとここか。ここが、これまた別の動画で紹介しますけど、ここですね。この側はもう本当に無理やりプラ板でとりあえず今作ったっていう感じで、ちょっと頭でっかちで変な感じになっちゃってるんですけど、ここはちょっとゆくゆくですね、荷物を乗せてありますみたいな感じで、ち
ちょっとごまかそうかなと思ってるんですけど、しばらく多分このまま走らせると思います。で、このプラ板の蓋を開けると、ここがそのストロボが埋まってるんですけど、これはですね、もう今すでに販売はしてます。これ今回使ってるのは2灯の方ですね。ストロボが2個つながっていて、それがチカチカこう光るような感じになるんですけど、これ1灯もあります。で、ちょっと使いどころは難しいんですけど、ちょっと光らせますね。こんな感じで、ちょっとこれ、動画でですね、どうしても一瞬の光なんで、今、チカって感じで光ってるんですけど、ちょっと映らないところもあるかもしれないです。これちょっと動画見たらですね、映らなかったりするんですよ、光が。でもこれ定期的に点滅をしてます。で、これ1灯のやつも一緒で、チカチカこう光るというものがあるんですけど、正直多分ドリフトカテゴリー向けだと思うんですけどね。派手に光る感じなんで。本当にこれ、すごいなと思います。フラッシュ、カメラのフラッシュと同じような光っていうか、同じですね。同じ光り方をこう定期的にしてくれるんですけど、これ、今回たまたまトートラックのカスタムにすごい合うなと思ったんで、このプラ板で作った箱の中にこう無理やり埋めて、光るっていうような感じにしてます。で、ここもまだ作り途中ではあるんですけど、こんな感じで、それっぽくですね。取れちゃった。こんな感じで、それっぽく作った透明なプラ板にこう色を塗っただけなんですけど、こういうのをここにこうつけて、それっぽくしようかなと思ってます。最後ここはネジ止めでビシッて止めちゃうんですけどね。こんな感じで。あと多分さっき見たら、これノーマル車両、すごい軽いんですけど、これで、これを持ち上げた時もかなりこれ沈んでたんで、ちょっとこのリアは、もうちょっと硬いバネに、多分 C34 用とかを入れるのがちょうどいいんじゃないかなと思ってるので、またちょっとそこは変更したいなと思います。じゃあ今回ですね、一応途中段階でこんな感じになってますっていうので紹介させていただいたんですけど、ここから引き続きですね、しっかり塗って、細かいところ調整して、遊べる状態にしてですね。で、来週ですね、ちょっとまた、結構もう前ですけど、キャンプロケって言って、キャンプしながら、こう、ラジコンで遊ぶみたいな、ロケがですね、また、来週予定があるので、ちょっとその時にこれを持って行って、ウッド社長を助ける遊びをしようかなというふうに思っています。はい。では今回ここまでなんですけど、次回ご紹介させていただくときはもう完成して、外でですね、もうガンガン走らせて、で、多分そのキャンプロケで、いろいろ、ちょっと天候次第で行けない可能性ももちろんあるんですけど、天気さえ良ければ、そのキャンプロケに行って、そこでですね、もう実際に走らせたり、他の車を助けたり、ちょっと牽引したりっていう遊びですね、をしているところを、また動画にしてご紹介できればなと思います。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。